こんにちは。この動画は個人でフリーCADを使い始めた方が座標系の基本について理解を深めるきっかけとなることを目的としています。中級、上級の方には物足りず、初心者の方にはつまらない話かもしれません。眠くなったら動画をつけっぱなしで寝てください。多分、睡眠用動画です。さて、当動画は第2回となります。第1回から半年以上放置してしまいましたが、ありがたいことに続編を希望するコメントをいただき、再開することにしました。とはいえ、動画作った本人が何の話をしようとしていたか忘れてしまっていたので、今一度整理し直しています。また、フリーCAD 1.0.1 から 1.0.2 の間で LCS やアタッチメントに関する仕様が変更されました。そのため第1回でお見せした内容をそのまま解説することができなくなりました。背景に表示している内容はあくまで暫定です。動画構成や台本について非常に悩みました。内容としては基本的な座標系の話に絞ることとします。視聴状況に応じて中断するかもしれませんので何卒ご了承ください。それでは始めましょう。まず、画面中央にある赤、緑、青の矢印をご覧ください。この矢印がグローバル座標系です。赤、緑、青、つまり RGB が X 軸、Y 軸、G 軸に対応しています。このグローバル座標系は絶対的な基準です。移動も回転も一切しません。すべての部品や形状は最終的にこのグローバル座標系を基準に位置が決まります。例えば、部品がどこにあろうと、この原点から見た距離で位置が記述されます。さて、画面に六角形の部品が存在します。この部品、マスターボディを動かしてみましょう。プロパティ画面のプレースメント項目を変更することで位置や角度を設定できます。正確には、プレースメントはローカル座標系を操作するための設定項目です。つまり、ローカル座標系そのものではなく、親座標から見た位置と角度を定義している項目です。さてここで、よくわからない現象が起きています。プレースメントの位置は親座標からのオフセットなのに、回転は自分自身を中心に回ります。つまり、移動は親座標系に対する相対位置、回転は自身のローカル原点を中心に行われる、という二重構造です。実際に矢印ハンドルを回してみるとボディの中心を軸にくるっと回転しますよね。これがローカル回転です。普通に考えたら一座標と同様こんな感じで親座標を原点として回転するはずですよね。なぜ自分自身だけ回転するような動きをするのか。答えだけ言ってしまうとフリーCADの設計思想による仕様だからとなります。この動きの方がユーザーにとって直感的で分かりやすいからということだそうです。例えばドアを回すとき蝶番の軸を中心に回しますよね。ドアの回転軸はドア自身の蝶番、つまりドアのローカル軸です。フリーCADも同じように自分自身の軸で回転させることで設計者の意図を正確に反映できるような仕様となっています。ただし内部的には位置と回転の両方を正しく計算しています。もうちょっと細かく説明すると、フリーCAD内部では平行移動と回転行列を同一の 4×4 変換行列として保持しています。この行列を使って親座標系に対する位置と角度の両方を一度に計算しているわけです。3D グラフィックスでは一般的な計算方法ですが、画面に表示している行列で計算しています。一方、GUI では角度を変更した時に位置が動かないようにわざわざ補正しています。これも利用者が直感的に想像する回転と混乱しないようにするための工夫だそうです。ということで Python で回転を扱う際はこの行列計算の仕組みを理解していないと思った通りに動きません。普段なんとなくプレースメント項目をいじっているかもしれませんが、内部は見た目と違うことやってたりします。逆に自分の意図と違う動きをした時はなぜこんな動きになるのか調べてみてください。続いてモデルツリーを見てください。ボディの下に原点という項目があります。この原点の中には X、Y、Z の3軸と XY、XG、YZ の3つの基準平面が含まれています。3D ビューにもこれらの要素が表示されるので、まるで原点がボディの座標を制御しているように見えます。ところが原点のプロパティを開いてみると
座標を設定する項目はありません。一方で、ボディにはプレースメントという座標設定用の項目があります。これはどういう仕組みになっているのでしょうか？一言で言えば、フリーCADの設計思想による仕様です。ですが、もう少し深掘りしてみましょう。まず、原点は、ボディ内のローカル座標系の視覚的、構造的な基準です。スケッチや立体形状などは、この原点の軸や平面を使って配置されます。つまり、原点は設計の出発点であり、ボディの中での基準の印を意味します。ボディは、原点という座標系を内部に持っています。ただし、重要なポイントなのですが、原点がボディの座標を制御しているわけではありません。実際にボディ全体を空間の中で動かすのは、ボディのプレースメント項目の役割です。原点そのものはボディ内部に固定されていますが、ボディ全体が動くことで、結果的に原点も一緒に動きます。そのため、原点には座標設定項目はなく、ボディにだけプレースメントが存在するという設計になっています。この構造は、設計の安定性を保つためのフリーCADの思想に基づいています。動かす対象と固定された基準点を明確に分けることで、設計が崩れにくくなっているわけです。さて、ローカル座標系として原点の話をしましたが、フリーCADにはもう一つ LCS ローカルコーディネートシステムというローカル座標系も存在します。原点はボディの中に最初からある固定された基準点でした。ボディの中で常に同じ場所にあり、スケッチや立体形状の配置に使われる設計の土台のような存在です。一方、LCS はユーザーが自由に複数追加できる移動可能な座標の基準点です。ただし、第1回の動画で行ったような他ボディとの LCS を使った直接的な座標系連携は、現在のフリーCADでは制限されています。フリーCAD 1.0.1 から 1.0.2 の間で LCS やアタッチメントに関する仕様が変更されました。原因としては背景に表示しているような設計上の理由があるようです。アッセンブリーフォーワークベンチを使わない条件であれば LCS を使わなくとも同様のことをデータ無点で代用できるケースが多いです。現状 LCS はこの仕様変更に伴いアッセンブリーフォーワークベンチでの使用を前提とした機能として使うのが実用的です。今回はフリーCADにおける座標系の基本についてお話ししました。まず登場したのはグローバル座標系。これは 3D 空間全体の絶対的な基準で動かない土台のような存在です。それに対してローカル座標系はオブジェクトごとに持つ個別の基準。フリーCADではローカル座標系として原点と LCS の2つが登場します。原点はボディの中に最初からある固定された基準点でスケッチや形状の配置に使われます。一方 LCS はユーザーが自由に複数追加できる移動可能な座標の基準点です。ただし LCS はアッセンブリーフォーワークベンチでの使用を前提とした設計が強く意識されているため、用途によっては扱いが難しい場面もあります。特に他のボディとの連携を想定する場合はアッセンブリーフォーを活用するのが現実的です。さて、次回があればアタッチメントオフセットとプレースメントという2種類の設定項目の違いについてお話しする予定です。それでは今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。